皇族の龍炎が天使の着替え奇襲にあると聞いて奇襲木を希望するって動機が分かりやすすぎるな。これはもはや漢の天下が維持できず、群雄割拠の世の中が来ることが政権担当者の中でも共通認識になりつつあった証と言えるだろう。それにしても長居に続いて芭蕉のような人物まで天使を名乗るようになるとは、漢の威信持ちに落ちたもんだな。霊帝にとっては黄金の難の事後処理が政治を立て直す最後のチャンスだった。しかし実際には宮殿の大火事のために課税を強化するなど、政治はさらに悪くなった。霊帝は大半の人々から見放されつつあったんだね。そしてついに政権内部にも霊帝をクーデターで倒そうと試みる集団が現れるんだ。平定即位直後、当時の詩人の期待を担う重臣であった陳範は宦官の粛清を図ったが果たせず、逆に宦官のクーデターによって敗れた。この時から宦官の先見が始まった。それから20年後、天下は大いに乱れ、人々の心は漢から離れていた。陳範には陳一という子がいた。彼は十条寺を父の仇として深く憎んでいた。ここは紀州志士王憤が主催する会合。今日は天文に大変明るい城先生にお越しいただいた。ここのところ天文を見ていて気がかりな現象が起こっているのです。気がかりな現象？はい、天文が示すところによると宦官が災いに見込まれるようです。中条寺などの宦官は滅亡するでしょおお、それこそ私が毎日毎晩願っていることだ。父上の仇であり天下を乱した眼鏡をあの宦官とも根こそぎにできるのであれば命を差し出しても望むところだ。それはぜひとも実現したいところだな。政府高官たるわしが天下のために一働きすべきだろう。わしが宦官を覗き去ってみせようぞ。しかしどのようにして覗き去るのですか？そうだな。私に考えがございます。どんな考えだ？聞かせてくれ。陛下と永楽大公は加冠のご出身。そして陛下は先頃加冠に同格を建造されました。そして陛下は近々加冠への行幸を予定しておられるとか、その時を狙って行動を起こすのです。おう、宮中では難しいが、我が紀州の中であればことが起こせるな。宮中と異なり衛兵もおりませんからな。そう考えればますますこの天文現象はわしがことを起こすことを示しているように思えてくる。よし、やってみせよう。ホフン、巨友らは相談した。その内容はこの通りである。平帝が近々加冠に行幸する時期を狙って兵を動かし、霊帝を捕らえる。そして霊帝に代わり合飛行を擁立する。新しい天使のもと宦官を誅滅する。ホフン、巨友、周生、陳一らはこの計画に参加することにした。そして密かにこの計画に賛同する協力者を集めることにした。巨友には奔走の友と呼ばれる友人がいた。互いの苦難の際には奔走して助け合うという意味である。その友人とは家業、呉慶、袁紹、張幕など。巨友はこうした信頼できる友人に計画を打ち明けた。紀州の大志士がこのような計画を考えておられる。もちろん露見すれば士族が滅びてしまう危険はあるが、俺はこれは天下のために必要なことだと考えている。巨子園、君は本当に勇気があるな。そんな危険を冒してまで。まったくだ。金にはがめついが、こういうところは尊敬するしかない。褒められているのかけなされているのかよくわからんな。ところでこの案を実現するために具体的な策を立てたいのだが、今天下でとりわけ地望に長け、しかもこの計画に賛同してくれる人物に心当たりはないだろうか。それならとびきりの人物がいる。地望は天下一だと思うぞ。誰だそれは。そう思うとくだ。あ、そうアマンか。確かに悪巧みについては奴の右に出る者はいないな。それにそう思うとくは以前義老だった時に陳範殿の無実を主張していた。当時俺は奴の勇気に感心したのをよく覚えている。確かに宦官の家の出身だが、世の中を正したいという抱負を強く持っている。しかも頭脳と行動力の両方を持っている男だ。よし、アマンを解き伏せてみよう。巨友は曹操と同じ輩の出身の周生と共に曹操を訪れたのである。こうだろう。世を清めたいというのは君の長年の願望だっただろう。大志士はすでに固く心を決めておられる。君が知恵を貸してくれればこの計画はなったも同然だ。一緒に策を考えてくれないか。十条寺を排除しなければ世の中は良くならない。しかし今の天使は十条寺を自分の父母のように頼っている。だからまず今の天使を排除しなければならないということだな。そうだ。それは確かにその通りなのだが、何が問題だ。天使の配列というのは天下にとって最大の不祥事だ。お主らは簡単に考えすぎだ。まず紀州の行幸の際に天使を捕らえる計画が甘いのだが、これはまだいい。何より天使を廃した後の見通しが甘いのだ。廃した後の見通し。そうだ。
唐獅子が主導して合飛行を擁立するということだが、天下の人々はおとなしく従うだろうか。はい、天使の配列に成功したのは将の委員と官の各校だ。二人とも先代からの宰相として天下の人望を集めていた。大獅子はどうだ、立派な方だということは知っているが、天下の人々誰もが法に見る存在だろうか。合飛行はどうだ、天使との血縁が特段近いわけではない。他の皇族、例えば駅州牧や有州牧がおとなしく従うだろうか。皇族だけじゃない、関水はここぞとばかりに三方を奪うだろうし、長居も再び有州を奪いに来るだろう。合飛行を天使と認めたくない者は我先に天使を名乗り、天下には何人も天使が生まれることになる。まだあるぞ。天使の配列というのは一大事だ。ことを起こす者同士が強く結束し、その上に民衆の心を得ていないとうまくいかない。漢のはじめ五祖七国は共に示し合わせて挙兵し、ひとたびは天下の半分を手に入れたが、あっという間に滅亡した。今、仲間同士の結束は五祖七国と比べてどうなのだ。大獅子に対する紀州の人々の支持はどうなのだ。それは極めて強いとまでは言えぬ。お主らはわしの友人、そして大獅子はわしが日頃から尊敬しておるお方。軽々しく危険を冒して身を滅ぼしてほしくはない。大獅子にはわしから称したためるのでお渡ししてくれ。曹操はホーフンナの計画の危うさを指摘し、計画への参加を拒否した。ホーフンナは平原軍で名高い人物にも声をかけた。特に東急公は賢者としてこの時代を代表する人物だった。そうだ、一緒にやろうじゃないか。素晴らしい計画だ。よし、わしも紀州に赴き、計画に参加させていただこう。おう、家君。わしは獅子の計画に参加することにしたぞ。待て待て、それは危険だぞ。どうしたのだ。そもそも天使の配列は一大事だ。委員、各校も苦しんだことだ。それはそうだな。だからこの計画を主導する人物がどういう人かをよく見る必要がある。わしが見るに、大獅子は大雑把な性格だ。その上に武勇がない。これはおそらく成功せず、災難が一族にまで降りかかってくるだろう。言ってはならない。そうか。こうして東急公は家近の忠告に従って取りやめた。平定は北方の加冠にある旧宅への巡行を予定していた。加冠は皇帝自らが育った思い出の地であり、オーフンナはこの巡行こそ絶好の機会と考えた。陛下とジョージがこの州に来る機会に州の兵を動かして一行を捕らえるのだ。兵を合法的に動かさないとなりませんな。国山族が軍権を圧迫していると上奏しよう。討伐の名目で兵を動かし、そのままことを起こす。州の中であれば他に兵を動かせる者もおりませんからな。しかし運命は彼らに味方しなかった。その頃北方の空一面に破壊気が立ち上り、東西へ長くたなびくというような天文現象が観測された。陛下、ご覧ください。このような赤い気はただごとではございません。シャイの前触れだというのか。はい。天文を占いますに、北方には必ず大きな陰謀が潜んでおります。今、カカーネ巡行なさるのは危険でございます。陳は下落隊後を故郷にお連れしてお喜びいただきたいのだが。今はあまりにも不吉です。時期をお改めになられますように。そうか。平定は予定を急遽変更し、加冠行きを中止した。さらにオーフンの上層が疑念を生んだ。おかしいですな。なぜ大獅子は今、この時期に国山族の討伐を願い出てきたのでしょうか。長園は平南中老将を拝命した後はずっと朝廷に服従しており、直近でも怪しい動きは見せていません。明らかに大獅子の申し出は不自然なのですが、何か裏があるのでは。まさか陳の行幸に合わせてるからのことを企んでいるのか。大獅子を入庁させ、事実確認されてはいかがでしょうか。そうだな。勅命、東墳は兵を解き、直ちに入庁せよ。しまった。計画が漏れたのか、それとも天が我らを見放したのか。まだ陰謀が発覚したとは限りません。弁明すれば助かるかもしれません。いや、皇帝がわしを急に呼び戻す時点で疑われている。洛陽へ戻れば生きて帰ることはできぬ。洛陽でわしは帝位の獄に下され、ありとあらゆる方法で自白を迫られるだろう。そうすれば多くの者に累が及び、一族が滅びる羽目に巻き込まれてしまう。わしが今ここで命を絶てば、そのような災いは避けることができよう。ホフンは自ら命を絶った。こうして霊帝配列の陰謀は実行に移されることなくついえたのである。赤丸です。天使の配列は曹操が言ったように天下にとって最大の不祥事です。実行に移されなかったとはいえ、世の人々が皇帝をクーデターで排除するという大それた計画を企てたのは、それだけ世の中に絶望感が蔓延していたことを示唆しています。鳥海や東府の予言は的中し、
1年後には洛陽で兵乱が発生して宦官は滅亡し、漢の天下は覆ることになりますが、それはすでに多くの人から予期され、期待されてすらいたことだったのでしょう。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。